ハサウェイやウルズハント、ガンダムウィングの新作など新しい話がどんどん出ているガンダム界隈。今回は8月に起きたガンダム界隈の出来事をまとめて見ていきましょう。先行のハサウェイ、キル系の魔女。6月26日についに PV が公開された第2部キル系の魔女ですが、8月1日から原画クリアファイルが付くムビチケの販売が開始されました。しかし上映日は今年の冬となっているものの、まだ具体的になっていません。シードフリーダムの時はだいたい1ヶ月に1回くらいの頻度で PV が出てきていましたが、本作は第2弾の PV もまだ出てきていないことから、まだ制作は大変な状況なのだと思われます。さすがに映画上映が遅れるというのはありえないと思いますが、8月26日は第1弾 PV から2ヶ月という節目でしたが、 PV は出てこなかったので、9月に入ったらさすがに何かしら次の続報が来るというのを期待したいところです。モビルスーツもまだ第1弾 PV では特に新型機は描かれておらず、ネットでは PS3 の画質かよという声すら見られましたが、クシーの現地回収機やペーネロペーの新装備などを出せる可能性が十分あるため、そのあたりの続報にも期待したいところです。鉄血のオルフェンズ、ウルズハント。ウルズハントといえば本編第1期と第2期の間を描き、近世を舞台にした物語です。8月7日、鉄血のオルフェンズ10周年記念企画として特別編集版ウルズハント、小さな挑戦者の奇跡と本編の新作短編幕愛のくさびの特報 PV が公開されました。ウルズハントはスマホアプリではムービーは一部で、それ以外は立ち絵で話すパートがほとんどでしたが、これが全部アニメーションになっていると考えたら見るのが楽しみです。さらに幕愛のくさびではバルバトスからルプスへの回収につながりそうな新形態が登場しているので、こちらの物語にも期待したいですね。なお8月8日からはムビチケ前売り券の販売もスタートしています。本作の上映開始は10月31日ということなので、ハサウェイはウルズハントの後と考えるとクリスマス前後の公開になる可能性もあるかもしれません。本作ではキャスト情報として愛子ザンの声優が山本至さんから山根正史さんに変更されることが発表されました。変更の背景が公開されているわけではありませんが、山本至さんが2024年9月に所属事務所から契約解除され、芸能活動を終了したことが発表されているので、その影響によるものと思われます。これ以外のキャストについてはアプリ版からの続投とみられます。ガモーレ的にはオルフェンズは特に薬剤戦を深掘りしてほしいと思っているので、ウルズハントが商業的に成功するのを願っているのですが、このままでは今回のアプリ版総集編で大を消してしまい、後半の制作にストップがかかる可能性を危惧しています。なんせ公式 PV が3週間でたった40万再生しかいっておらず、公式 X アカウントでは声優含めた関係者がポストしているのを全然見かけません。鉄血本編が後半でラフタ事件とか最後の結末とかネットではいろいろ言われることもありますが、それも踏まえても鉄血は魅力的な世界観があり、特に薬剤戦に期待するファンも多いと思うので、今回の映画で成功してほしいですね。ガンダムウィング新作公開。7月25日、新機動戦機ガンダムウィングの30周年記念映像が公開されました。またドルビーシネマ版エンドレスワルツ特別編が9月5日より2週間限定で一部映画館で上映されることがアナウンスされています。そしてこの発表に合わせ、新作漫画ポイントハーフプリベンター7の連載がスタートしています。こちらは英語版は PV の公開と同時に公式サイトで先行公開され、日本語版は8月26日発売のガンダムエースから連載が始まりました。内容自体は英語版と同一のため、ガンダムエースをまだ購入していない方は公式サイトで言語を英語に切り替えることで無料で読むことが可能です。このポイントハーフプリベンター7はエンドレスワルツ後の物語を描いた新作で、舞台はエンドレスワルツのアフターコロニー196年のクリスマスに起きた出来事の翌年4月7日のリリーナの誕生日に発生した事件が中心となります。このエピソードは漫画エピソード0を再構成してブラッシュアップした内容になっています。旧作では4月8日の出来事と設定されていましたが、今回のプリベンター7では4月7日に修正されています。さらに
当時はプリベンター5とされていましたが、今回はプリベンター7となっています。これらの修正はフローズンティアドロップを含む最新設定に準拠させた調整と考えられ、30周年記念作品として現時点の設定との整合性を意識した構成となっていることが伺えます。ちなみに本作は小説フローズンティアドロップ内で描かれた内容の漫画化になりますが、一部ネット上ではエンドレスワルツの1年後を描く完全新作と紹介されているところもあります。またガンダムウィングの楽曲を手掛けられているトゥーミックス公式 X アカウントでは PV 公開に続く第2弾のプレゼントとして兄様特別ライブが告知されました。内容は西川貴教×奥井正美×トゥーミックスサウンドによるコラボレーションステージ、兄様 20s& ガンダムウィング 30s& トゥーミックス 30s を記念して名曲リズムエモーションが披露されました。なおトゥーミックス公式アカウントでは第3弾のプレゼントを示唆する発言もあり、続報が期待されます。一方で5機のガンダムがクロークドカスタムという名で登場し、マントをまとった姿が公開されていますが、まだこれらはどの作品にも登場していません。もしかしたらリリーナを狙うエピオンドテロスとの戦いで姿を現しマントをまとっていたため、誰もモビルスーツという兵器を確認できなかったという、いかにもガンダムウィングらしいツッコミどころ満載な展開で描かれるかもしれません。ガンプラ新工場オープン。まずガンプラ新工場がお披露目されました。8月には報道陣向け内覧会が実施されており、2026年の生産量は2023年度比で約 35% 増が見込まれています。9月2日から一般向けにミュージアムも公開されるとのことで、館内には約14メートルの実物大ガンプラモニュメントや4300体以上のプラモデル展示が並び、製造工程を学べるスタディエリアや設計からパッケージデザインまで体験できるラボラトリーエリアまで用意されているとのこと。実際に自分でデザインして成型品を持ち帰れるというのが面白いですね。また8月29日から10月30日まで新静岡瀬の場でザ・ガンダムベースポップアップ in 静岡が開催されています。売られている商品はリサーキュレーションやクリアカラー、クロスコントラストなどの限定品が中心のようです。ガンプラ新作。8月27日には新ガンプラ情報が発表されました。カラバリ以外だと2026年1月にはハイグレードジークアクスエンディミオンユニット覚醒時とハイグレードレジェンドガンダムが発売決定。2月にはジークアクス版ハイグレードシャリア専用リックドム、ハイグレードグスタフカール00型 MGSD デスティニーガンダム、マスターグレードフルアーマーダブルゼータガンダムバージョン過渡期、 SD ガンダム EX スタンダードガンダムバルバトス、そしてフィギュアライズスタンダードティファーディールが発売決定しています。ガンダム X は来年2026年が30周年ですが、まさかの先駆けでティファが出るという。他にもプレ版ではガルス J とかマンダラガンダムとか、なかなかニッチな製品まで出てきているのが面白いですね。というか G ガンシリーズならマンダラガンダムじゃなくて先にボルトガンダムではというツッコミが多数見られます。プレ版大丈夫？プレミアムバンダイでは8月22日にマスターグレードイクセスガンダムスペリオルガンダムタスクフォースアルファバージョンの二次予約が行われましたが、なぜか3個まで購入できるタブになっていて、数十秒で売り切れというユーザーの報告が多く上がっています。購入個数が1個ならともかく3個になっていたということで、 X では怒りを示す方が多く見られました。ちなみにプレ版で即時購入できなかった人は2時間後とか4時間後くらいにもう一度開いたらなぜか在庫が復活することがあったりするので、良ければダメ元で試してみてください。ガンプラ新工場で生産性 35% 向上ということで品薄解消してほしいですね。燃え上がるゴッドガンダム。3月に予約開始されたメタルビルドゴッドガンダム&ゴッドガンダムセカンド。届いた実物は最高の出来なのに、なぜか肩アーマーの黒いラインの色が左右で違うという話が出ています。どうもこの話は特定の個体だけではなく多くの人が同じようになっているようで、公式の声明を求める声が多く出ています。こちらは44,000円もするので、確かにこれだけの金額を出して左右の色が違うというのは受け入れがたいところ。以前ストライクフリーダムのビームライフルに
腹部ビームの型番がマーキングされていた時は交換対象にならないという回答をもらったという人も見かけますが、今回はどういう対応になるのか気になるところです。また背中のディスプレイジョイントを外す際に破損しやすいという話も上がっています。事態を重く見たのか、こちらは現在公式サイトに外す際の注意事項が掲載されていますので、気になる方はご覧ください。概要欄に URL を載せておきます。ガンダム漫画。まずガンダムウィング30周年企画に合わせて新機動戦記ガンダムウィングリマスターエディションが発売されました。テレビ版は全2巻に物語を凝縮しているので、かなり短時間で読めてサクッと物語を知れる面白い作品になっています。またビッグコミックスペリオールで連載中のサンダーボルトは残り2話となりました。ダリルやカーラたち南洋同盟との戦いに決着をつけ、残された者たちの後日談が描かれています。シロッコがエウーモトジ所属として出てきたり、斬新なイフ要素がかなり強くなっていて、この先ももっと見てみたいと思う方も多いのではないでしょうか。また26巻が8月29日に発売されました。こちらではダリル幼少期の物語が新たに描かれている限定版も発売されているので、ぜひこちらもご確認ください。また機動戦士ガンダムアグレッサー22巻も8月29日に発売されました。本作は少年サンデー S で連載されていて、一年戦争中を舞台にチェイス・スカルガードが戦う物語です。ソロモン幽閉中の少女パトリシアの救出のためレッドライダーを盗んだスパイを装い、ただ一人ソロモンへ向かいます。本作は万丈先生の気迫あふれる作風も相まって、常に地獄を綱渡りするかのようなギリギリの戦いが多くて面白い作品なので、まだの方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。ということで8月のガンダム最新情報まとめでした。ガモール的には映像作品はキルケイの魔女が新作ということで一番盛り上がってほしいのですが、映像として目玉になるはずのハサウェイやウルズハントよりもガンダムウィングの方がグッズ展開も始まり盛り上がっている印象を受けるので、 SNS や YouTube でのいろんな告知をするとか、ガンプラやグッズ展開を映画が始まる前から少しずつやるなどしてファンの期待を高める方向に持っていってほしいですね。ぜひ皆様の意見もコメントで教えてください。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本動画を見てもらえたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。